こんにちは。今回は杖のスペルキャスター、新たに注目されている G4 スキルの隠し効果についての動画です。また隠し効果の他にも、杖で有用な G4 スキル効果などについても少しではありますが解説していきます。ちなみに今回お見せするスキル攻撃には、武器プラグによるスキル威力上昇などの効果は載っていません。光属性70レベルプラス5武器に適当な勇猛 G3 や、コンセントレイト短縮 G2 等をつけています。それでは早速、新たに注目されている隠し G4 効果を持った一つ目のスキルは、アクガレットです。実はこのスキル、ゲーム内の説明で一切書かれていない効果を持っていたことが新たに発見されました。G4 スキルでは新たに、対象越地、光、闇属性耐性値ダウンを付与できるようです。こちらがデバフ付与の様子です。具体的な効果は、ヒットしたエネミーに15秒間土、光、闇属性耐性値ダウン 12% 付与です。なぜこれが注目なのかというと、今回実装された新スキル、エングラムアッパーの効果である、12秒間の武器と同属性耐性値ダウン 20% 付与。それと杖の通常攻撃3段目による効果である、30秒間の全属性耐性値ダウン 20% 付与。これらすべての属性耐性値ダウンを合わせると、なんとたった一人で属性耐性ダウンの上限 50% まで持っていけます。実際にはボス単体や HP の高いキーエネミーを狙うくらいで、ミッションでたくさん相手出てきたすべてのエネミーに付与するのは非常に難しいですが、ボス系だけにデバフ付与でもかなり効果的です。アークガレットが土、光、闇属性だけな点、エングラムアッパーが武器の属性に依存する点で制限もあります。ですが今期は火属性バーストの環境に加えて、土属性60レベルのグランド特攻武器や、光属性70レベルのデミヒューマンもしくはゴーレム特攻武器が新たに登場して火属性武器以外も前より使われるようになりつつあります。その点で言えばそこそこのラのパーティーでも、属性耐性値ダウンの恩恵がちゃんと出てくるのではと思います。そしてエキスパートランクの実装もあって今期から、プレイヤーの攻撃力が以前より上昇傾向にあります。そのため火属性バーストに頼らなくても、プレイヤーの直接与えるダメージで、ボス等の HP を削れるようになってきました。これで最近ではバフデバフや武器の特攻、スキル強撃プラグの倍率系が、以前にも増してさらに重要になってきましたね。杖のスペルキャスターを使っている人は、ぜひとも3つの属性耐性値ダウンでバフを重ねて、ご自分とパーティー全体のダメージ火力を底上げしてみてください。次にスキル、コンセントレイトの G4 効果についてです。こちらは効果時間中タクティカルスキルの硬直が発生しなくなるというものなんですが、一体どういう効果なのかよくわかりづらいです。いつも大抵は一つのスキルを連発するのが杖ですので、実感しにくいのですが、この効果は他のスキルを連続で使えるという効果です。普段一つのスキルを連続で使用している際に、最短で連続発動できるスキルのタイミングは決まっています。そのタイミングで別のスキルにつなげられるようになりました。わかりやすいのがフレームグレネードとファイアブラストの組み合わせですかね。一つのスキルを連射するように交互に2つのスキルを使えるようになりました。ファイアブラストとフレームグレネードが素早く連続で使用できていることが確認できます。通常時だとこのように交互にタクティカルスキルをつなげて連続で使用することはできません。とは言っても今のところ従来通りコンセントレート中は一つのスキルを連射するだけのような気もしますので、あまり有効な使い方がわかりません。ちょっと考えて思いついたところですと、先ほど説明したデバフ付与のスキルもタクティカルスキルなため、コンセントレートをしてからだと、デバフ付与がスムーズにできると思います。通常攻撃3段はスキルではないので、最初に通常攻撃3段を付与してコンセントレート、各種スキルの順が良いですね。スキル回しの話だとやはり戦闘中は、サンダーマイン、アイシクル、フレームグレネードあたりのスキル一つを連発して複数のエネミーにダメージを与えると思います。ただフレームグレネードはファイアブラストの3段チャージと交えると、チャージ時間短縮の効果を20で得られます。ファイアブラストのクイックチャージが時速時間5秒、
フレームグレネードのクイックチャージが持続時間30秒なので、フレームグレネードを連射する場合は5秒おきに、ファイアブラストを織り交ぜる必要があります。コンセントレートでフレームグレネードを連射する場合は、このことを考慮すると良いですね。あとはサンダーマインが3回連続で使用すると、3回目を発動した時に1回目の雷の地雷が、その場で爆発してしまいます。そのためサンダーマインを連射するときは、エネミーにほぼくっついて使用すると思うんですが、サンダーマインを2回だけ使用して、他のスキルを連射することで、サンダーマインをその場で爆発させずにエネミーまで誘導できます。これを利用してコンセントレート中は、サンダーマイン2回アイシクル連打。サンダーマイン2回分は、エネミーにヒットしたらまたサンダーマイン2回アイシクル連打というように、サンダーマイン2回プラス他のスキル連射を組み合わせて、サンダーマインを遠くのエネミーにヒットさせる方法もありそうです。次にスキル。ライトニングとサンダースフィアの G1 隠し効果で、スキル威力が増加していました。こちらもアークガレットのデバフ同様にゲーム内に記載なく、スキル威力が G4 の隠し効果で上昇していたようです。ライトニングとサンダースフィアはどちらも EX ラッシュ等の高難度でチェーンを稼ぐのに有用なスキルです。特にエネミー数が少ない時でもこれらのスキルによる手数でチェーンを増やしてパーティーに貢献できます。大体パーティーが窮地に陥るのはチェーンが切れて、再度チェーンボーナスのバフを得るまでの時間です。特に厄介なボスが1体だけなどの状況だと、なかなかチェーンを稼げずにパーティーが壊滅することがあったりもしますからね。隠し G4 効果でスキルの余ダメージも増えたので、この2つのスキルも使う機会がありそうです。次に、実はアイシクルが他スキルに比べて弱くなかったという話です。むしろ今まで通りアイシクル連打がミッション周回で一番安定するのではといったところです。サンダーマインが一番ダメージ火力出るからそんなことないという人もいると思うんですが、なぜアイシクルが今も強いのか、理由を解説していきます。まずアイシクルの G4 効果です。アイシクルは G1 から G3 まで氷塊が1つずつ増加して、G4 でもさらに1つ氷塊が増え合計4つ氷を落とせます。ですがここにも隠し効果的な強化が入っていて、従来の G1 から G3 までは氷塊の数が増えるとともに、氷塊1つに対する余ダメージが減っていたんですよね。つまり G1 から G3 で氷塊が合計3つになっても、氷塊3つで余ダメージも3倍というわけではありませんでした。しかし今回の G4 スキルでは、G3 の3つの氷塊1つあたりと同じ倍率で、4つ目の氷塊が増加されていたようです。これにより、G3 から G4 でのスキルの余ダメージの合計倍率が、今までの G3 までの倍率と比べ、より大きく上昇されました。アップデート前の2の調整内容では、アイシクルだけスキル威力が強化されないのかなと思っていましたが、単にゲーム内の G4 効果の方で大きく強化されていただけのようです。加えて2のプラグの使用では、フレームグレネードやサンダーマインといったアイシクルに並ぶ対複数戦の競合スキルには強撃プラグという余ダメージアップ効果のものがありません。そのためアイシクルはプラグで余ダメージを上げれて、サンダーマインやフレームグレネードはプラグで余ダメージを上げれません。なので2にアイシクルの強撃プラグ G1 と G2 両方をはめて、アイシクルを連打するという戦い方は現在も非常に強いです。ただサンダーマインはスキル威力の調整で強化が入り、複数のエネミーが密集しているなら、一番ダメージを出せるスキルですし、属性蓄積やバーストの度合いに応じて、スキルの余ダメージが格段に上昇するので、アイシクルとサンダーマインの使いどころは別にあります。そのため状況に合わせて使い分けると良いですね。それと隠し効果というよりただの不具合だと思いますが、投稿時点のゲームバージョンでは、アイシクルのアルファスキル効果、余ダメージ増加が機能していないみたいです。この不具合も修正されると思うので、結局、普段からのミッション周回などでは、常にアイシクル強撃プラグを2つはめて、アイシクル連打する戦い方が一番強そうです。現状だと最終的に杖の武器は土60レベルのグランド特攻 11% に、アイシクル強撃プラグを2つはめると、一番安定してダメージを出せそうですね。私は先に上級の光70武器を集めてしまったので、後からは辰巳岩屋でグランド武器集めの周回になりそうです。辰巳岩屋の方が周回大変そうだったので後回しにしちゃいました。少しそれましたが、アイシクルは今も十分強いですという話でした。次に、アイスシャード G4 に移動速度アップ台のバフが追加されました。
アイスシャード自体のスキルダメージも上昇しているんですが、それ以上に、移動速度が15秒間大きく上昇するバフが非常に便利です。特にミッション周回などの移動時に大活躍ですね。加えてアイスシャードには従来通り、エネミーの移動速度ダウン中のデバフや、データスキルにエネミーの攻撃力ダウン中デバフなどがあります。かなり使いどころの多い優秀なスキルです。ぜひともミッション周回と EX ラッシュともに持っていきたいスキルとなりました。次に、ブレイズブラストです。こちらは G4 効果に非ダメージダウンが 30% つきます。さらに隠し効果に属性蓄積値が 20% 増加したようです。データスキルではスーパーアーマーもつくので、接近しても安定してエネミーに非属性蓄積を与えられます。パーティーの構成次第ではボス相手に非属性バーストを狙うこともできそうです。また火吹きの杖でエングラムアッパーをしたり、バトルイマジンで非属性蓄積を増やすなど、非属性バースト狙いのビルド構成もできそうですね。非属性構成だとフレームグレネードとファイアブラストでダメージを出すこともできるので、3スキル非属性という構成もありそうです。そもそもブレイズブラストだけでダメージを出せるのも良い点ですね。今回の杖、スペルキャスターについての解説はここまでです。かなり変わったと思いますが、どうでしたか新スペルキャスター。結構な変化で色々なビルド構成が新しくできると思います。あまり一つの固定観念にとらわれずに、様々なスキル楽しんでみてくださいね。ぜひともスキルの感想などコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。